ご自宅も工場の方もその水の下に下っていうよりも要するに流されたってことだよね。もうその津波1波よりなんか2波が強いって言ったのね。その形で多分流されたと思うね。じゃあもう全部流出してしまった。そういうこと。全部何もなかったから。要するに水引いた後に見たらもう何もなし。いつ初めてここの家に戻ってこれたんですか？次の日とかはまだ水がダメダメダメ、水あってダメなのでね、あれか4日いてこっち見たんだからもう1週間くらい経ったかもしれない。それでもまだなんぼがびちゃびちゃはなったんだけど、ヘテロ関係あったもんだから、だけども一応やっぱりね来てみたのね。だけどだから来てみたってその通り、今言った通り何もなし。避難所は結構もう3カ所ぐらい回られて、いつぐらいまで結構長くいられたんですか？避難所はね、そんな長くはないよね。だいたい3月11だからで5月の8日に仮設に入ったものだから、そんなにね期間的には短いよね。3カ所は歩いたけれども短い方ですよね。それでこのまずここの元の家の場所にまず何をしようと思っていつぐらいからだからもう5月だね、半ばあたりかな、初めかな。要するに野菜を植えてみたいって思ったの。取れるかどうか、塩害とかなんかで、ね、ダメとかなんとかっていう話もあったもんだから、だからどうか野菜を植えてみて、そうなるとほら今度こういう小屋とかなんかも欲しいし、って形だっちゃ。じゃあもう早速元庭の場所に、土を、庭にあった、あった場所にあそこを耕して、そして要するに植えたのね。何植えたんですか最初は？最初だからナスにキュウリにゴーヤにシソ、ピーマン、そうだね、入れたらね。結局食べられたんですか？美味しあ、く食べられた。食べた。お、うまいうまい、最高。これはね。ここの建物のことを渡辺さんご自身は何て呼んでるんですか？小屋とか基地とかなんか。要するに小屋だっちゃ。小屋です。普通に、最初この小屋はどれくらいの大きさで何の目的で作られたんですか？要するに何か物入れようと思って、要するに一軒の2軒に作ったのかな。じゃあこの扉から今のベッドぐらいまでそうそう、そうだよね、最初はね。それいつぐらいなんですか？何月ぐらいですか？それが5月末かな。5月の末あたりかもしれない。じゃあその物置はちゃんと完成して。要するに完成したのね。したけれども今度狭いって感じなのね。狭い。物置くのに狭い。物置くとか何かするのに、あとこの中で何かほら作業するとかなんかしたいと思ったわけ。何か木工とかなんかないとね、作るとか。そのためにはちょっと狭いなと。それでじゃあちょうど今座られてるとこぐらいまで第2期で、ここまで第2期にここまでね、作ったのね。ちょうど屋根も低い部分ね、ここね。そっからこのテーブルが来て第2期まで増えて、じゃあ第3期の今みたいな大きさになるのは何がきっかけで広くしようとしたんですか？いや、きっかけって要するに空いてるからこっち側、どうせ作るんだったらって形。もったいないなと思って、空いてる、何も開けておくことないなと思ってさ。だって材料だっていっぱいあるし、まだまだその時点では
材料いっぱいあったからね。瓦礫を瓦礫再利用されてそう、瓦礫の再利用、もちろんよそから盗んだわけじゃないからね。盗んだからでも瓦礫。それもみんな同じ集落とかの思い出ある多分家屋だからなんか再利用するのすごいなんかいいこと、いいなと思ったんですよ。いいと思ったってよ。帰って再利用してこうやって使っていければね、なんぼでもさ、誰かのものが入ってかもしれないしさ、うちのものがさ、あれだし、あといくらでもまあ言ったけども、それ処理ねする間だって助かるだろうからさ。ここも襖なんです。襖のこれね、は襖のだよ。い板を切って使ってるんですか。枠、これはね、要するに敷居なの。襖のあ襖とかを立てるための敷居、こっちが敷居、はい、これで、あと上はもっと水の深いやつがあるのね。はい、そこに敷居をこうするんだけども、それもこれも再利用。ちょうど長さがほら2軒あったので、あ、これが使えるって感じで、ほんでこれで利用。わざわざ買ってきてまで作ったんだよね。基礎までして、まあ基礎までして作るって人いないけどもさ、小屋建てる人いないけども、たまたまこういう基礎が残ってたからね。だからそれを利用したって形だけども。じゃあ第4期では、うんさらに横の作業場の壁とかを作ったんですか。塀みたいな囲いね、要するに風よけのために作ったのね。ね、周りね。それで今の形になる。そして今の、この形、全体像。屋根もなんか高さが変わったりしてすごいですね。なんかこっちで高くしたのはなんか理由があるんですか。いや、だから暑さの関係、要するに夏場だったから、こっちだとほらすぐもう日光が来てすごい暑かったのね、こっちね。だから今度はってダメだって感じで少しこっちを高くしたの。これでも暑いけども、そのために屋根の上にほらシートをかぶせるようにね、かぶせたの。今ちょうど暖かくなってきました。今ここがちょうどね、日があったら暖かいっちゃただこれだといいね。ここいつもあれですか、いい場所なんですか。ここにそうなの。そっちで仕事、畑とかなんか仕事しない時は、ここで。どうですか、大工やられてたんですか。違うよ、全然関係ないの。あ、そうですか。もし海産物の仕事したんだから。じゃあこれもなんか自分なりにそういうこと、自己流でやって自己流、るんですか。全然自己流。こんな風になると思ってました、作り始めた時。ある程度は華奢だけれども、ある程度入れるくらいのやつには作れるなっていうあれはあったからね。ああ、そっか。柱とか細いからなんかかっこよく見えるんですね。どういうか。はい、こういうとことか線が細くて。だってかっこいいと思わないけどさ、俺だから見るあれなんだけど。色とかはどう決めたんですか。この青と焦げ茶の赤褐色の色。いや別に決めた理由なんてないっちゃ、たまたまそういうペイントがあったから、手に入ったからそういう形にしたものであって、そんなに意味なし。海だから青にしたとか、そういうあれはないです。お買い得だ。お買い得で、そうなんです。みんなもう寄せ集めを貼り付けただけなんだからさ、俺からすれば。でも随分立派に作ったことだって、あと仮設に行っても戻っても他の人たちからも「なんだよ随分立派に建てて何まだ商売始めるのか」なんてね、そんなの言われるしさ、そんな言ってねえんだけどね。
でも今まだその復興計画が決まらなくて、元のご自宅に住めるかどうかお仕事できるかどうか決まらないと思うんですけど、そうだよね。でも決まんない。その中で家庭菜園作られたりやっぱ小屋作られて、この中で過ごすっていうのは渡辺さんにとってなんかどういう意味合いがあるんですか？やっぱ俺の心の安らぎってんのかな、言ったかもしれないな。ただ仮設にいても何もすることないっちゃ、かえってこうなんていうのが鬱になっていく感じがあるから、だからといって遊びにもほら、まあ前はパチンコとかしてたんだけど、もう全然今回地震から全然行かなくなったもんだから、だからそのためあいつでこういう菜園とか、こういう小屋建てたとか、こんな感じで、要するにかえってその方が要は楽しくなったもんだから、今の時点ではね。でもこれからは分かんないよ。寒くなってさ、ここにいられなくなる、こことスタッフ帯でいたってしょうがないから、こういうあったかい日はいいけどね。だけどもじゃあちょっと断熱材を。そんなしてらんないっちゃ特に誰こんなまでしてこれいらないいねっちゃなんか厚めの発泡スチロールとか貼るだけでみんな貼ってかやはい誰こんなことそんなまでしてらんないっちゃ誰。ここがね昭和55年に建てたのね、はいここね。それからずっと今まで。その前はうちがまた別の方にあったのね。七ヶ浜。同じ小豚なんだけどもそうです向こう側にあったのね。そこからこっちへ移ったの。ああ、そうなんです。うん。ちょうど僕15年生まれです。おお、じゃあその時建てたんだよ。そうですね。何はさ、これから計画難しいですけど、ご自身としてはやはりこの場所にやっぱ住みたいなっていうのは少しはやっぱ。それは建てられるものだったらここにやっぱ建てたいのね。それでもまず昨日の計画の話聞くとダメなようだから、やっぱこれはね行政に逆らうわけにもいかないし、町のためって感じでやっぱり移るしかないんだわね。まあそれは移るのどういう形でどこに移るかは分かんないけどもね、これだけはやっぱり自分こう住んでたとこには住みたいよ、やっぱりね。困ったもんですな。今の時点では、どうしようもない。頭の中は考えだってしょうがないから、もう仮設にいると、当分いられる間いると、そういう形なのね。